ブラムシの被害を受けにくい植物の選び方。イントロダクション。ガーデニングを始める際、多くの人が直面する問題の一つが、害虫被害です。特にアブラムシは、多くの植物にとって厄介な存在であり、放置しておくと植物の成長を妨げ、最悪の場合、植物を枯らしてしまうこともあります。今回は、アブラムシの被害を受けにくい植物の選び方について、ずんだもんと四国メタンの対話を通じて解説します。アブラムシに強い植物。アブラムシに強い植物ってどんなのがあるのだ？一般的に香りが強いハーブや葉が硬い植物はアブラムシに強いと言われているの。例えばラベンダーやローズマリーはその香りでアブラムシを寄せつけないの。香りが強いとアブラムシも嫌がるのだな。他にはどんな植物があるのだ？他にもタイムやミント、セージなんかもおすすめよ。これらも香りが強くてアブラムシを遠ざけるのに効果的なの。それから葉が硬い植物としてはユーカリやアガベが挙げられるわね。これらの植物は物理的にアブラムシがつきにくいのよ。自然の防衛メカニズム。どうして香りだけでアブラムシが寄ってこないのだ？それは植物が持っている自然の防衛メカニズムの一つなの。香り成分には虫を忌避する働きがあるからアブラムシも近寄りにくくなるの。それから葉の表面が硬い植物はアブラムシが吸収しにくいから攻撃を受けにくいのよ。植物も自分を守るためにいろいろ工夫してるのだな。でも香りだけじゃなくて色とか形も関係あるのだ。いいところに気がついたわね。実は植物の色や形も防衛に役立つことがあるの。例えば銀色や青みがかった葉を持つ植物はアブラムシが死認しにくいから被害を受けにくいと言われているのよ。ガーデニング初心者向けおすすめ植物。ガーデニング初心者でも育てやすくてアブラムシに強い植物って何かあるのだ？初心者にはマリーゴールドやゼラニウムがおすすめよ。これらの植物は比較的手間がかからなくてアブラムシを寄せつけにくい特徴があるの。それなら僕でも育てられそうなのだ。効果的なガーデニングの工夫。植物を選んだ後何か特別に工夫できることってあるのだ？混植という方法を使うと良いわよ。例えばアブラムシに強い植物をガーデンの周囲に植えることでアブラムシ型の植物に到達するのを防ぐことができるの。それからコンパニオンプランツとしてアブラムシを引き寄せる植物を近くに植えてトラップとして使う方法もあるのよ。へえ、そんな方法があるのだな。それならもっと自信を持ってガーデニングができそうなのだ。まとめ。アブラムシの被害を受けにくい植物を選ぶことは、ガーデニングを楽しむ上で非常に重要です。香りが強い植物や葉が硬い植物は、アブラムシに対する自然の防衛メカニズムを持っており、初心者でも扱いやすい植物もたくさんあります。さらに、混植やコンパニオンプランツなどの工夫を取り入れることで、より効果的に、アブラムシの被害を防ぐことができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。